はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回のレビューは、レッドシュアーミスティック8フル BA モデルです。ミスティック8はフラッグシップ級の質感で高額モデル。レッドシュアーにはカレンザっていう30万超えの超高額モデルもあるけどね。2000円のエントリーモデルが150個も買えちゃうね。そんなにいらないよ。わかってるわよ。でも、家には2000円ぐらいのエントリーモデル150個ぐらいはあるっぽいな。いつの間にかそんなことになってたんだ。外観素材は高精度 CNC チタン合金製筐体。ステンレスと比べると重量比で約10倍近い価格のようですが、耐用年数がかなり長く、堅牢。その堅牢さゆえ、加工しづらいのがデメリット。触るとひんやりする金属製の筐体、いいね。加工しづらいチタン素材を黒猫デザイン、ファントムキャットにしちゃうんだから、やっぱ素材と技術力でコストかかってるんだね。フェイスプレートは立体的で、ファントムキャットの目の部分にフェイクダイヤモンド、内側は霧のベールをデザイン化したプレートが、凝ってるけど渋みもあり、落ち着いた感じ。ちょっと小ぶりで厚みもあまり感じず、イヤーフィンの凹凸が気にならない人ならフィット感もいいと思います。ちなみに、ファントムキャットリングがバンドルされてて、ちょっと驚いたわ。メタルチェーンもついてるので、ネックレスとしても使えるのね。本体以外にコストかけすぎ。だからお高くなっちゃうんじゃん。17万3000円だからね。まあ、この価格なら良くて当たり前だけど、レビューはいつも通り進めるよ。ドライバーはソニオンとノールズ製の BA を片側に8機搭載。BA の型番、内部配置については秘密情報で非公開だそうだ。そうなんですか。ちょっと残念な気もしますね。ケーブルは高品質発信、単結晶銅銀メッキケーブルを使用。内部に引っ張り強度の高い 200T ケブラー繊維を使用し、優れた柔軟性を提供します。また、絶縁シールドで覆われ、歪みを効果的に低減し、信号伝送を改善しています。細いのに強度が高くてすごいんだ。これは常用したくなるんじゃない？そうだね。今後しばらく常用してみよう。では、イヤーチップの波形比較です。ミスティック8は低域がそれほど強くないので、愛がちょっと効いた感じでは、ばらけたピークの6から8キロにかけてがあまり出ていない方が好みでした。ってことは、オレンジの波形、ファイナル E なんかが結構いいのかな？でも、10キロあたりまでそこそこ出てるよ。そうね。バンドルイヤーチップ3種の傾向を見ると、バンドル1に近いベルベットがいいかな。いつも通りの結果だね。ミスティック8はかなりフラット系ですね。だよね。サウンドデモを作る時のモニターに普段レッドシュアーカレンザ4を使ってるんだけど、比較するとこうなった。結構似てるんだ。ミスティック8の低中域から中域はカレンザ4よりさらにフラットなのか。確かに、サウンドデモ制作時の IEM 変更しても良さそうだな。サウンドチェックの比較はこの4モデル。波形比較など詳細は聞いてから触れることにするよ。はい、ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
はい、サウンドチェックでした。2キロ以下がここまでフラットな波形は初めて見るかも。これに他3モデルの波形を重ねると、なるほど。フラットっぽいモデルが他にもあったんだね。この中ではオーケストラライトが一番似た傾向に見えるね。2キロ以下は結構似た感じで、目指す方向性は同じなのかも。低域に重みを感じたのはカルメンでした。やっぱり低域が一番出ていたんですね。6キロあたりの谷があるので、高域がちょっとマイルドな印象でした。実機だと奥行き感がある分、高域の出方がこのぐらいでも満足度は高かったよ。ブレイバリーの限定モデルは中域結構落としてるね。この効果で低域が聞こえやすく、高域もしっかり聞けた。10キロ以上の1ピークも見逃せないところ。リスニングにはいいバランスだと思う。比較に登場したモデルはそれぞれ過去にレビュー動画を作っていますので、詳しくはそちらを参考にしてください。ミスティック8を聞いた印象はどんな感じ？まず、解像感が高い割に不自然な分離を感じないのが特徴的。3way クロスオーバー回路と 4way 音響間構成の効果なんだろう。音がとても近いところにいる印象。リスニング重視だと自分には低域の量感がやや足りない気がしてたんだけど、質感は固めではっきりしてる。慣れてくるとこのままで良さそう。低域性能に限界があるというフル BA の概念に抗い、ローパスフィルターモジュールを搭載して弱点を補っていますね。P を K11 から K7 にした時に高域の鋭さが緩和された印象で聞きやすくなり、それプラスローシェルフでこんな感じに低域を少し持ってみたらさらに好きな傾向になった。 EQ 使わない場合はイヤーチップをファイナル E にするだけでも高域がちょっとおとなしくなって、その分低域が若干聞こえやすくなった。でもバランス変わっちゃうんで、レビューの主張の観点から EQ は外してイヤーチップもベルベットに戻した。はい、了解です。中域はフラットに近くてもモワモワした感じはなく、この大域の出方をチェックするリファレンス曲では今まで聞こえづらかった音がはっきり聞こえてきた。やっぱりフラットに近い効果はあるんだね。そう、中域をこんなに保ってるのにモワモワせず自然な感じに仕上がっているのはすごいことなんじゃないかな。高額モデルだけのことはあるってこと？そうなんじゃない？中高域にかけては2キロ過ぎから6キロぐらいまでが一定レベルで平坦。でも他の帯域も平坦だから聞いてみるとここが結構目立ち、ミスティック8の明るさの要因でもある。ボーカルを含むメロディーはしっかり聴ける。10キロあたりに小さな谷はあるけど、その先がまた戻ってることもあって、高域から超高域も程よいが、全体のバランスから見ればやはり多少強調ってことになるんだろう。ハイハットの刻みは結構目立つ。シンバル系は低位感含め綺麗。ライドシンバルの臨場感が心地よい。サウンドステージも普通に広いけど、それより音の近さ、リアルさを優先させた仕上がりで、どちらかといえばモニター用途に適してる気がする。リスニング中心だともう少し味付けがあってもいいかなと思ってたんだけど、慣れてくるとこのナチュラルフラットなサウンドにはまるわ。チューニングがフラットに近い希少なモデルということでいいんでしょうか？そう思うね。なので高くてもこういうチューニングを求めている人には響くかもしれない。はい、ということでネットショアーのフル BA モデルミスティック8のレビューでした。じゃあまた次の動画で会うね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。